遺言を執行するためには君の協力が必要だ。紹介してくれるだけでいい。いいのか？僕を問いたださなくて。20万ドルの話だ。聞かなくてもいいのか？偽の手紙を仕掛けたのは貴様だな。偽の手紙？あんなもの誰も信用しない。書かれている内容を確認すればデタラメだとすぐに判明するぞ。いいえ、注意。もし内務省が確認すれば全て事実だと判明するんです。何？あの手紙に書かれている通り、スイス・シオンのアルトーニオンバンクにあるあなたの銀行口座にアンドレイから20万ドルが振り込まれているんです。ここで僕を撃つと証拠隠滅を企てたとみなされるんじゃありませんか？僕はあなたが祖国を裏切る人だとは思っていません。話を聞いてくれるだけでいい。注意。あなたは僕を尋問して本物の指輪を発見しましたね。だがあなたたちは指輪の使い方を知らない。どういう意味だ？2つの指輪にはある重要なメッセージが込められている。それを解読しなければ指輪はただの骨董品の価値しかない。なぜ私にそんなことを話す？あなたを信用しているからです。ガラーホは少々と直接交渉がしたい。あなたならお膳立てできるはずだ。20万ドルは謝礼です。断る！何が不満なんですか？ただ交渉の機会を作ってくれるだけでいいんです。難しいことじゃない。動くな！貴様には指輪について詳しく話してもらおう。尋問のための部屋を用意してやってもいい。今度は自白剤付きでな。そうとも。あの女子学生に使ったやつだ。あれを撃たれて事実を隠し通せる者はいない。知っていることは全て白状する。もっともあの子は何も知らなかったようだがね。その後どうなるかは貴様もよく知っているだろう。あの子のようになりたくなければ素直に話した方がいいぞ。その様子では自発的に話す気はないらしいな。いや、あなたには知っておいてもらいたい。ロマノフスキー家の財産2400億ドル。アメリカの年間軍事予算にも匹敵する資金の行方。それこそがあの指輪に隠された秘密だ。2400億ドルだと？あの指輪はその財宝を手に入れる鍵だ。そうか、それで我々はあんな指輪に最大規模の作戦を展開していたのか。これだけの金額はいくらスイス銀行でも
単独では扱えない。銀行はシンジゲートを作り、資金は分散して運用した。その時の暗証番号をロマノフスキー公爵は指輪に刻み込み、2つに割って自分の息子たちに託した。しかし暗証番号は16桁だ。マリアの指輪には6桁。アリストスの指輪には7桁。全部で13桁しかない。足りないあと3桁の数字を解く鍵は2つの指輪の図柄にメッセージとして込められている。この事実を報告すればガラホア少将閣下は私を最大の賛辞を持って迎えてくれるだろう。その指輪のメッセージとは何だ？悪いがお前に話せるのはここまでだ。注意！何事ですか？ネゴシエーターが侵入した。直ちに逮捕しろ。注意！話が違う。どういうことなんだ？あなたは国を裏切り、その上お金を払った僕まで裏切るのか？バカだ。こんな男の言葉を真に受けるのか？そんなに自分が大事ですか？注意！貴様黙れ。何をする時？チェイ殿、申し訳ありませんがご同行願います。君がオリガ大尉と別れたのは午後10時を少し過ぎていたな。はい。すると司令部に戻った時間は10時15分頃だと考えられる。はい。警備司令。はい。ネゴシエーターを逮捕したのは何時だね、メレンコフ君。10時50分から56分の間であります。随分と時間に開きがあるな。ビクトル君、君はなぜすぐにネゴシエーターを逮捕しなかったのかね？答えたまえ。尋問しておりました。内容は？ガラーホア少将閣下と二人だけでの話し合いの場を持ちたいと彼から申し出がありました。それは尋問ではないだが注意。これほどの金額だ。心が動いたとしても私は君を責める気にはなれん。それは何かの間違いです。中佐、罠です。信じてください。私ははめられたのです。判断するのは君ではない、我々だ。続けたまえ。ネゴシエーターが話したのはそれだけだったのかね？いえ、他には。ネゴシエーターの尋問から重大な情報を入手しました。重大な情報？はい。ロマノフスキー家の財宝の件です。スイス銀行のシンジケートから2400億ドルを引き出すのに必要な暗証番号が2つの指輪に刻印されている。指輪の図柄に秘められたメッセージを解き、欠落した3桁の数字を加えれば全ての暗証番号が。黙れ！失礼しました、中佐。これ以上の発言はこの場では不適当と考えます。オリガ大尉の指摘はもっともだ。これ以上はここで話すべきことではない。以上で査問を打ち切る。どういうことでしょうか？ここから先はガラーホア少将に直接ご指示を仰ぐ。全員この査問会で聞いた発言は全て忘れたまえ。いいな？以上だ。よろしい。ビクトルの階級を直ちに剥奪しろ。シェイキン中佐、君にもそれ相応の責任は取ってもらう。申し訳ありません。ネゴシエーターを速やかに国外退去処分にしておればいらぬ混乱は避けられたはずだ。違うか中佐？その件でありますが、閣下、実はビクトル中尉の背信行為を査問した結果、ネゴシエーターが指輪に関する重大な情報を握っていたことを突き止めました。奴はどこまで掴んでいる？それについてはまだ尋問
しかし折が体の進言もあり、その時点での質問を打ち切りました。君の判断を尊重する。中佐、4時間以内にネゴシエーターおよびビクトルをここイルクーツクに連行せよ。少々閣下、お言葉ではありますが、天候を考慮しますと航空機は使えません。直ちに出発いたしましても、列車では2昼夜半の行程で。君はまだ我が国の置かれた状況が理解できていないようだな、中佐。もちろん承知しております。ならばすぐに行動したまえ。我々は一国を争う重大任務を遂行しているのだ。2人をイルクーツクに連行せよ。私が直接尋問する。しかし閣下、4時間以内はとても。アレクサンダー・シェーキン中佐、君の階級章は飾りかね。4時間以内だ。私だ、空軍へつないでくれ。緊急だ。君には失望したよ、ビクトル君。今一度釈明を。これ以上煩わすな。私が知りたいのは全て揃った暗証番号だけだ。さあ、ネゴシエーターから聞いたことを話してもらおう。指輪に込められたメッセージとは何だ。2つの指輪に刻まれた数字は全部で13桁。しかしそれでは銀行の取引に使う暗証番号には不足です。それからその不足した3桁の数字を補うためのメッセージが指輪に隠されております。どんなメッセージだ。わかりません。何らかのメッセージがあるとしか私は。それから私が聞いたのはそれだけです。この後に及んでまだ隠す気か。本当に知らないのです。信じてください。どうしても言いたくないようだな。お願いです。あの男はここまでしか話さなかったのです。少々閣下。ビクトル君、君はよく尽くしてくれた。私としては穏便に済ませたかったのだが、こうなったら仕方がないな。2400億ドルの資金については聞かされました。でもメッセージの内容は知らないのです。ビクトル君、職務上こういったことがやむを得ないのは君が一番よく知っているだろう。少々閣下、知らないのです。本当にこれ以上知らないのです。
そう、ガソリンだよ。ガソリンは低温下でも凍ることなく蒸発を続け、その気化熱で急激に温度を下げる。お前も科学者だからよく知っているな、寒冷地でのガソリンの危険性を。外気温何度だ？摂氏マイナス40度ほどと思われます。今窓を開ければガソリンのかかった体は3秒で凍傷になる。そして30秒で完全に壊死する。シャーベット状に凍って細胞は破壊され、そこから全身が腐っていく。その痛みがどれほど苦しいものか、これについてのレポートはお前が書いたものだったな。指輪の謎は、絵柄の意味するものは話したまえ。知りません。信じてください。お願いです。私は何も。残念だよ、ビクトル君。私とても慈悲ではない。寒さに耐えられなかったらこれで暖を取りたまえ。閣下、ビクトルは本当に何を？いくらあった？ビクトルのスイスの銀行口座にはいくらの預金があった？はい、約180万ドルの預金を確認しております。とても一注意ごときに蓄えられる額ではないな。私は母なる祖国を裏切った者を許しはしない。次はネゴシエーターの番だ。ロシア人ですら耐えられない寒さだ。東洋人などひとたまりもあるまい。閣下、目的のためならマイナス40度の中を進んだ男です。どうだ、何か吐いたか？いえ、まだ何も。君がユーゴ別府か？内務省体内傍聴局シベリア地区司令官が女性だとは思いませんでした。無駄口を叩くな。貴様が発言を許されるのは我々の質問に答える時だけだ。司令官、あなたはロマノフスキーの財宝でロシアが再興するとでも思っているのですか？黙れ！顔はやめろ。喋れなくなっては困る。申し訳ありません。さて、少しは置かれている状況を理解できたかな？ロシア国民の多くが自由主義のロシアを歓迎していないとは思えない。犯罪、腐敗、貧困、無秩序、これはロシアではない。規律と公正を両輪にした社会こそが
ロシアにはふさわしい。密告と収容所、強制労働、そして恐怖政治。あなたはロシアに悪夢をよみがえらせようとしている。口をつけ！さて、本題に入ろう。この程度の尋問で聞き出せるなんて思っていないはずだ。私としても君を生かして返すつもりはない。あなた方だけでは指輪の謎は永久に解けない。あなたにやって確信した。貴様！どういう意味だ？ロシアを愛する者なら誰でも解ける謎だからです。あなた方はロシアを愛してはいない。何？この私が祖国ロシアを愛していないというのか？少々閣下。危なかったな。危うく乗せられるところだった。知っているだろう。自白剤だ。さあ、聞かせてもらおうか。人心に絡まった突き刺さる言葉はそう簡単にはほどけない。友がまた去ってゆく。人並みに流される人形にはなりたくない。僕は僕なりの歌を歌う。この街は懐かしい匂いがする。幼い頃を思い出す。ゲチュゲチュ心掴んでいつまでも離さない。ベイビーベイビーいつになったら抜け出せるの I don't know。 指輪の記憶が解き明かされればロシアを救えると信じているガラーホアとオリガ。しかし自白させられまいとユーゴは指輪の秘密について考えるのをやめた。再び拷問に苦しめられるユーゴ。指輪に隠されたものは果たしてロシアを救えるのか。次回ユーゴ交渉人セカンドネゴシエーション第6話、指輪の謎。